今日のマークさんやロストインワールドでは、ディズニーワールド旅行で準備しておくこと、そして知っておいてお得な情報をお届けしたいと思います。皆さんこんにちは、さやかです。皆さんはウォルトディズニーワールドへの旅行の予定はありますか？ここ数年パンデミックの影響でディズニーワールド旅行がキャンセルになってしまった方や、旅行の計画や予定が先延ばしになってしまった方も多いと思いますが、いろいろな国でだんだん制限が緩和されつつあるので、完全に普通に戻るとはいかなくとも、もうすぐ国内旅行や海外旅行が少しでも行きやすくなったらいいですね。私たちは今月末にやっとウォルトディズニーワールドに旅行に行ってきます。パンデミックの影響でなかなか旅行に行けていなかったので、本当にこの旅行を楽しみにしています。はい、ということで、ウォルトディズニーワールドにもここ数年でいろいろな変化が起こっていて、次に皆さんが訪れるときは、皆さんが前回訪れたときと違っていることがいろいろあるかもしれません。そこで皆さんの次回のウォルトディズニーワールド旅行を少しでもスムーズに、そしてストレスフリーにできるよう、ディズニーワールド旅行で準備しておくこと、そして知っておいてお得な情報をお届けします。それでは早速入っていきましょう。まず最初に、飛行機、ホテル、チケットなどの購入、海外旅行保険の加入とエスタ申請。これはもう一番大事ですね。これがないとまず旅行に行けませんので、ウォルトディズニーワールドに限らず、このステップは基本的にどの海外旅行でも一緒なので、ここでは少し触れるだけにします。海外旅行へ行く際はビザが必要な場合が多いです。国によって種類は違いますが、アメリカの場合はエスタになります。ここで、エスタの申請は自分でするのは難しいと思っている方もいると思いますが、特に英語に慣れていない方は英文だらけのサイトを見て無理だと思ったこともあるのではないでしょうか。しかし、エスタの申請は本当に簡単にできます。簡単に要約すると、自分の情報、パスポートに載っている情報や連絡先、また条件を満たしているかどうかの質問。これは主に過去に逮捕歴があるかどうかとかですね。大体の人はないと思いますがこれらの情報を提供するだけです。エスタを申請するための公式サイトはキャプションに載せておくので、申請がまだの方はこちらのリンクからサイトを行って申請をしてくださいね。それでは続いてパークの予約。ウォルトディズニーワールドには4つのパークがあるのはご存知かもしれませんが、一つ一つのパークを訪れるのに、チケットの購入の他にパークパスリザーベーションといってパークの予約をしないと入場できません。なのでこれとっても大事です。もしパークがフルキャパシティに達した場合、その日はそのパークの予約は締め切りとなってしまいます。もう少しこれを詳しく説明すると、例えば皆さんが1月1日にマジックキングダムに行きたいと思っていたとします。その日にマジックキングダムに行きたいのは皆さんだけでなく、世界中のたくさんの人も一緒です。そして皆さんがパークの予約をするのを忘れてしまった場合、パークの予約が埋まってしまい、その日に行きたかったパーク、マジックキングダムですね、この例では、に行けなくなってしまうということがあるかもしれません。このような悲しい状況を回避するために、特に混雑する時期に訪れる場合は、チケットが手元に入り次第、早めにパークの予約をすることをお勧めします。アプリのダウンロードと登録。ウォルトディズニーワールドでは My Disney Experience というアプリが必要不可欠になってきます。アカウントの登録をして自分のプロファイルを作り、一緒に行くメンバーをリストに追加すると、プランを一緒に作ったり、作ったプランをみんなでシェアしたりできるようになります。また、チケットやホテル、レストラン、パークなどの予約をリンクできるので、アップデートや管理がとっても簡単になります。その他にもリアルタイムでアトラクションの待ち時間を見たり、パーク内の地図を見たり、レストランの予約をしたりなど、様々なところでとっても役立ちます。ウォルトディズニーワールドではこのアプリがお友達です。皆さん、それぐらいよく使います。大げさだと思った方、覚悟をしておいてください。本当です。そして、すでに聞いた方もいると思いますが、ディズニージーニーという新しいデジタルサービスがウォルトディズニーワールドにやってきます。これは皆さんのディズニーパークでの時間を最大限に有効活用し、アトラクションの待ち時間を最小限にするために開発されたサービスです。
ディズニージーニーについてのもう少し詳しい情報はまた別のビデオでじっくり説明しますので、そのビデオや他のディズニー情報を見逃さないよう、チャンネル登録と通知をオンにして今後の投稿を楽しみにしておいてください。そしてアプリをたくさん使うということは皆さん、そこで必要になってくるのが充電器と充電コードです。ディズニーワールドのパーク内にも充電する場所はありますが、貴重なディズニーワールドでの時間をスマホの充電で無駄にしたくないですよね。そして充電器に気を取られて忘れてはいけないのが充電コードです。むしろこれがないと充電できませんのでコードはパーク内のお店でも買うことはできますが、もちろんこれはディズニープライスで売られています。はい、2回言います。ディズニープライスです。なので、コードにプレミアムを払いたくない場合は、持っていくのを忘れないようにしてください。では、当日の持ち物について話していたので、このまま続けて、靴下とお子さん用の着替え。子連れでディズニーに行く際は皆さんすでにお分かりだと思いますが、いろいろな予想外の状況でお子さんの着替えが必要になるかもしれません。洋服や下着はいろいろなお店で売られていますが、これも先ほどの充電コードと一緒でディズニープライスです。何着かならお土産としてもいいと思いますが、何日分も何人分もとなるとやっぱり出費も重なってしまいます。また、大人の皆さんでも持って行ってほしいのが予備のペアの靴下です。これは皆さんが水場で遊ぶからとかではなくてですね、雨で濡れてしまった時用です。オーランドでは雨が多いです。特に夏場に行く場合は毎日降るという心構えでいた方がいいです。この雨はほんの一時的なことがほとんどですが、雨具を使ってもやはり靴や靴下は濡れてしまいますので、濡れた靴下で一日中歩き回るのが嫌な方はワンペアでいいので、カバンに入れておいたら安心ですよ。次にレストランの予約。ウォルトディズニーワールドのレストランは60日前から予約が可能です。人気のレストランはすぐに予約が埋まってしまうことも多いので、行きたいレストランがある場合は予約が可能になり次第、すぐに予約を抑えることをお勧めします。また、何ヶ月も先のその日に何が食べたいかなんてわからないって方、大丈夫です。当日にでも予約はできます。私も前回エプコットへ行った際、当日まで予約なしでしたが、その日の夕方にコーラルリーフレストランで8時頃のディナーの予約が取れました。しかし、当日予約で心に留めておいてほしいのは、選択肢が事前予約と比べて少ないということです。なので、行きたいと思っていたレストランが当日の予約はもう空いていなかったり、予約ができる時間の選択肢があまりないということがあります。先ほどのコーラルリーフレストランの例を使うと、私もお腹も空いててもう少し早めの予約を取りたかったんですが、一番早い時間で予約が取れるのが8時でした。皆さん、食べたいものが食べたい時間に食べられるように、当日でも朝早めにランチの予約、お昼頃にはディナーの予約を取るなど、少しでも早めの予約を心がけてくださいね。また、予約を取っていてそこで食事をしなくなった場合は、他の人がそのスポットを取れるように予約をキャンセルするのを忘れないようにしてください。続いて、アトラクション改装期間の確認。ウォルトディズニーワールドはゲストに最高の時間を提供できるように日々努力していますが、残念ながら全部のアトラクションが運行していないという時もあります。アトラクションの改装が行われている間は、そのアトラクションの運行が数日間、数週間、または何ヶ月にわたり休止となってしまいます。ですが、安心してください。アトラクションの改装については、事前にウェブサイトで何ヶ月もまたは1年以上前からお知らせしてくれるので、乗りたかったアトラクションが改装工事中という事態を防ぐことができます。天候が悪くてアトラクションの運行が一時的に休止になることもありますが、それはほんの一時的です。それに比べてアトラクションの改装は終了するまで運行休止なので、皆さんも旅行の日程を決める前にアトラクションの改装スケジュールを一度確認しておくといいかもしれません。パーク時間の確認。ウォルトディズニーワールドには4つのパークがあり、パークの開園・閉園時間は一つ一つのパークによって異なります。皆さんもパークでの時間を最大限に活用したいと思いますが、パークのオープン時間に入場したい方は、それぞれのパークのオープン時間を事前に確認しておくことがとても重要です。オープン直後は少ない待ち時間でアトラクションに乗れるチャンスでもあるので、9時開園と思いついたら8時開園で、パークにはすでに人がたくさんなんてことにはなりたくないですよね。
また逆に8時に開園だと思ってきたら9時開園でパークがオープンするまで1時間待ちなんてことを避けるためにもしっかりと確認しておくことをお勧めします。公共機関のリサーチ。ウォルトディズニーワールドには移動のための様々な公共機関が運行しており、これはバス、モノレール、フェリー、ウォータータクシー、スカイライナーを含みます。皆さんの出発地点と目的地により、どの公共機関を使うと一番便利に、そして一番早くたどり着けるかというのは変わってきます。なので事前に滞在するホテルの近くにどの公共機関があるのか、また、ホテルから行きたいパークまで一番効率的な移動方法は何かを調べておくことがとても大切です。ウォルトディズニーワールド付近のほとんどのホテルでは無料のシャトルバスが運行しているので、ウォルトディズニーワールド内のホテルに滞在しない方でもこの無料シャトルを利用することができます。しかし、この無料のシャトルバスはあまり頻繁に走っていないので、乗りたかった時間のバスを逃さないよう、時間内に指定されているバス乗り場で待っておくようにしましょう。また、Uber やリフトなどのライドシェアの利用も可能なので、簡単に早く移動したい方は利用することをお勧めします。そして、90分前行動。ディズニーワールドは皆さんに出発地点 A から目的地 B にたどり着くのに90分前に移動を開始するのを勧めています。90分は大げさだと思っている方、全然大げさではないです。公共機関を使っての移動は皆さんが思っている以上に時間がかかってしまいます。もし移動時間に30分かかるとしても、移動を開始して30分で着くというわけではありません。公共機関に乗るまでの待ち時間なども含めると、それ以上にかかってしまいます。さらに、混んでいる時間帯では、最初に来たバスに乗れずに、次のバスを待たないといけないという事態も出てくるので、時間内に目的地にたどり着けるよう、時間に少しの余裕を持って、というよりは、時間に十分以上の余裕を持って行動してください。では、これで今日は以上になります。皆さん、このビデオを楽しんでくれたでしょうか？このビデオが皆さんの次のウォルトディズニーワールド旅行に少しでも役立ち、旅行の準備をスムーズにできることを願っています。また、ビデオの最初にお知らせした通り、私たちはウォルトディズニーワールド旅行を控えていて、帰ってきたらまた旅行のブログを YouTube に載せる予定ですので、チャンネル登録がまだの方は、今後のコンテンツを見逃さないよう、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ビデオをアップする前に、インスタグラムで配信のお知らせもしているので、インスタグラム、マークさやロストインワールドもぜひフォローよろしくお願いします。皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしましょう。Make today magical!